不動産屋さんの短い階段です。これはいつも当チャンネルを応援してくださる方で、仮名ですが玲子さんという主婦の方からいただいたお話です。今から44年前に玲子さんの父方のおじいさんが亡くなりました。お葬式も済み、当時は土葬だったので、おじいさんのご遺体はお墓に埋葬されました。すべて形式通りに滞りなく済んだそうです。ところがその直後のことです。玲子さんのお父さんの弟、つまり叔父が横浜に住んでいたのですが、深夜その叔父の枕元にその亡くなったおじいさんが現れたのです。そして忘れ物をした、三途の川を渡ることができないと言い残しました。朝になると叔父は自分の父親が幽霊となって現れたことにまず驚きましたが、その言い残した言葉が気になったそうです。すると次の日も次の次の日もおじいさんの霊は現れて、忘れ物をした、三途の川を渡ることができないと言ったのです。そしてついにそれは49日までの間、毎晩おじの枕元におじいさんの霊が立ち、同じことを言ったということでした。おじはいくら自分の父親とはいえ、さすがに怖くなり、玲子さんのお父さんに相談しに来ました。親父が毎晩出てきて、忘れ物をした、三途の川を渡れないって同じことを言うんだよ。棺桶に入れ忘れたものでもあったかね。おじは怖くて怖くて仕方がないとも言っていたそうです。そう言われて玲子さんのお父さんはよく考えたのですが、思い当たることが何もありませんでした。でも弟があまりに怖がるのと、確かに毎晩出てくるというのは尋常ではないので、調べてみることにしました。葬儀に関わった人やお寺の住職さん、また当時は土葬でしたので、棺桶を担いでお墓まで運んでくれた人たちすべてに聞いてみたのですが、全員皆目見当がつかないということでした。玲子さんのお父さんは誰に聞いても何もわからないので、ついに困り果てていました。そんなある晩、深夜のことでした。玲子さんが寝ていると、ふと誰かの気配を感じ、目が覚めたそうです。するとそこには玲子さんのおばあさんが立っていたのでした。それは生身の人間が立っていたのではなく、薄暗い部屋の中、ホログラムに映し出された映像のようなおばあさんが見えたそうです。それは亡くなったおじいさんの奥さんで、とても不思議なことでしたが、当時はまだ生きている人でした。ですからそれはおばあさんの生き霊だったということなのです。そしてその生き霊のおばあさんは玲子さんに、おじいさんの棺桶にお金を入れ忘れたとだけ伝えて消えていったそうです。次の日の朝、玲子さんはすぐそのことをお父さんに伝えると、お父さんは山梨にいる長男に連絡して確認しました。すると渡り船の船賃に使う六文銭という紙でできたお金を入れ忘れていたことが分かりました。そして後日、お父さんの兄弟は集まり、お金をお墓に埋めに行ったということです。六文銭の船賃は日本人の死後の世界の概念で、その考えはなくなった後もそのまま残るようです。もしあなたの死後の世界に三途の川があるのなら、遺族が六文銭を入れ忘れると、あなたも三途の川を渡れなくなってしまうかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。